おはようございます。ケンです。テスラの最新ニュースが次々と飛び込んできています。今回はテスラオーナーや投資家の皆さんにとって知っておくべき情報をまたお届けをしていきたいと思います。まず先日もお伝えしましたが、テスラの販売台数が減少しています。これはただの販売減少ではなく、ある意外なところに影響を与える可能性があります。それがテスラの大きな収益源の一つでもある排出枠の販売。これが減るとテスラの財務状況にも影響が出るかもしれません。そしてもう一つ、以前も YouTube で紹介しましたが、テスラのサイバートラックの米国政府に採用されるという話なんですけれども、これが上院議員から疑問視されています。なぜこんな問題が持ち上がっているのか、その背景を解説します。さらにギガベルリンの建設現場で放火事件が発生しました。テスラの拡張計画に対する反対運動がついにここまで来たのかもしれません。今後の工場運営に影響があるのか、こちらも見ていきたいと思います。はい、ということで今日も結構盛りだくさんではありますけれども、最後までぜひご視聴ください。ではまず最初なんですけれども、テスラの販売減少が排出枠収益に影響を与えるのかというところについて見ていきます。今、テスラの販売台数が減少しています。これはただ売上が下がるだけではなく、実はある意外な影響が出る可能性があるんです。それがテスラの排出枠ビジネスです。排出枠っていうのは、これはエミッションクレジットって言われるものなんですけれども、これが何なのかと言いますと、環境規制の厳しい国や州では、自動車メーカーが一定以上の電気自動車を販売しないと罰金を課される仕組みになっています。でも全メーカーが急に EV を作れるわけではないですよね。なのでテスラみたいに 100% 電気自動車を作っている企業がその余った環境クレジットを他のメーカーに販売することでテスラは大きな収益を得ていたんです。実際にテスラは2024年だけで約28億ドル、つまり日本で4000億円近い収益を排出枠の販売で稼いでいます。ところがここに2つの問題が出てきました。まず1つ目がテスラの販売減少。販売が落ちるとそれに伴って排出枠の供給量も減る可能性があります。これがテスラの収益にダメージを与えるかもしれません。そして2つ目が規制の変化。今、トランプ政権が環境規制を緩和しようとしていると言われています。もしメーカーが厳しい EV 販売ノルマを課せられなくなったら、わざわざテスラから排出枠を買う必要がなくなります。そうなってくると昨年28億ドルの収益があったんですけれども、これが今後どうなるのかかなり不透明になってきます。つまりテスラにとっては販売台数の減少と規制の変化というダブルパンチが来るかもしれないということになります。テスラの財務状況は強いとは言いますけれども、これが長期的に続くと影響が出る可能性も出てきます。この動きがテスラ株の今後の評価にどう影響するのか、テスラとしては多分問題ないと言ってくるでしょうけど、実際の数値として何か変化があるのか、投資家としてはこのあたりしっかりとチェックをしていくっていうのが Q1 では重要になるかもしれません。では次はテスラと米国政府の関係が揺らいでいる話について見ていきましょう。はい。ではですね、次なんですけれども、テスラのサイバートラックがまさか米国政府に採用されるかもしれないっていう話が以前出ました。この話題に対して上院議員がちょっと待てよというふうに疑問を投げかけています。一体何が問題になっているのか、こちらについて見ていきます。まず、米国の国務省がテスラのサイバートラックを装甲車として購入しようとしているという報道が以前ありました。このことに対してリチャード・ブルーメンタール上院議員が国務省に詳細な説明を求める書簡を送ったんです。彼が問題視しているのは、この計画が本当はバイデン政権ではなくトランプ政権から進められていたものではないかという点なんです。国務省側は、いや、これはバイデン政権自体に決まったことなんですよっていうふうに説明しているんですけれども、ブルーメンタール議員は、それは後付けの説明じゃないのと疑っています。
なぜこんな話になっているのか、その背景にはイーロンさんとトランプ大統領の関係が影響している可能性があるからなんです。イーロンさんとトランプさんが関わり合い、一部ではイーロンさんが政治的に優遇されているんではないかっていうような疑う声も出ています。もし今回のサイバートラックの購入がイーロンさんやテスラに有利な形で進められていたとしたら、それは利益相反の問題につながる可能性があるんです。さらに国務省がこの計画はもともとバイデン政権のものだったと主張していることも怪しまれています。ブルーメンタール議員はまるで前政権の計画だったように記録を改ざんした可能性があるんじゃないかと指摘しているわけです。つまり今回の問題のポイントは2つです。テスラのサイバートラックの購入が政治的に影響を受けているのではないかという点。そして政府がこの計画を正しく説明しているのかという点になります。これが明らかになればテスラにとって何かしら影響が出るかもしれません。この件ではテスラのブランドや株価にどう影響を与えていくのかまだわかりませんが、今後も進展があるか注目していく必要があります。そして次は少しショッキングな話になってきます。ギガベルリンの建設現場が放火されるという事件が起こりました。テスラに対する反発がついにここまで来たのかと思うかもしれませんけれども、内容を見ていきたいなと思います。はい。ではここからはギガベルリンの放火事件なんですけれども、ドイツにあるテスラのギガベルリンで大きな事件が起きました。建設中の現場が放火され、左翼の過激派グループが犯行声明を出したんです。これはただの火事ではなく、テスラに対する明確な攻撃の可能性があります。一体何が起きたのか見ていきましょう。はい。では実際の事件の内容なんですけれども、事件が起きたのが2025年3月3日です。テスラのギガベルリン周辺の建設現場で大規模な火災が発生しました。火がつけられたのは建設用のクレーンと電力ケーブル。これが原因で現場の一部が大きなダメージを受けました。さらにこの事件の直後、左翼の過激派グループが犯行声明を発表しました。この声明の中でテスラの拡張計画に反対するために攻撃したと明言しているんです。つまりこれはただの事故ではなく意図的なテロ行為の可能性が高いということになります。そもそもテスラはギガベルリンの拡張を進めていて、工場の生産能力をさらに強化しようとしていました。しかし、この拡張計画に対して環境団体や一部の市民団体が強く反発しています。彼らの主張はテスラの工場が森林を破壊し、地域の環境に悪影響を与えているというものになります。実はギガベルリンは建設当初から環境団体の批判を受けていました。それでもテスラは環境保全対策を強化しながら工場の稼働を続けていたんですけれども、今回の放火事件は抗議活動がさらに過激化したことを示しているかもしれません。この事件を受けてドイツ当局はテスラの工場周辺の警備を強化する方針を発表しました。しかしこれが今後の生産計画にどのような影響を与えるのかはまだわかりません。特に拡張工事が遅れる可能性があるとすれば、モデル Y やバッテリーの生産に影響が出る可能性もあります。テスラはこれまでも多くの批判や妨害を受けながら成長してきましたが、今回の事件は前々から言われていてかなり深刻です。今後テスラがどのように対応するのか、またこれがテスラのブランドや株価にどんな影響を与えるのか、しっかりと注目していく必要もあると思います。では、ここまでテスラの最新ニュースをお伝えしましたが、最後に今回のポイントをまとめて、今後の動向について考えていきたいと思います。はい。ということで、今日お伝えしたニュースをまず振り返っていきたいと思います。テスラは今、大きな転換点に立たされているんじゃないかなと思いますけれども、重要なポイントなので、一度おさらいをしていきましょう。まず、一つ目が、テスラの販売減少が排出枠の収益に影響を与える可能性があるという話でした。テスラは排出枠の販売で年間数十億ドルの収益を上げていますが、販売台数が減れば、その供給量も減ります。さらにトランプ政権の環境規制緩和によって他社がテスラから排出枠を買う必要がなくなるかもしれません。この影響は今後の決算にも反映される可能性があるので、投資家の皆さんはしっかりと注目をしておく必要があると思います。
次に2つ目は、米国政府がサイバートラックを装甲車として購入しようとしている件です。これに対して上院議員が本当に前の政権からの計画だったのかという疑問を呈しています。もしこれが政治的な影響を受けたものだとすれば、テスラと米国政府との関係に変化が生じる可能性もあります。政府との関係は今後の事業展開にも影響を与えかねないので、こちらも注目となっております。そして3つ目がギガベルリンの建設現場で起きた放火事件。環境団体や反対派の動きが過激化し、工場の拡張計画に影響を与えるかもしれません。生産に遅れが出れば、ヨーロッパ市場の供給にも影響する可能性があります。この問題が長引くのか、それともテスラがうまく対処できるのか、今後の動きを見守る必要があります。今回のニュース、どれも無視できない話題ばかりじゃないかなと思います。特に排出枠の収益の問題やギガベルリンの影響はテスラの事業全体に関わる大きな要素です。皆さんはこの中で特に気になったニュースはどれでしたか？ぜひコメントで教えていただければと思います。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日は下げて現在270ドルまで下げてきております。本日の下落の主な要因としては、2月の中国製テスラ車の販売台数が前年同月比 49.2% 減少し、2022年8月以来の低水準となったっていうのが原因のようです。はい。ということで本日の内容は以上となっております。今日のこの動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いいたします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。ネットショップの方なんですけれども、いくつかアパレルをアップしました。このアパレルは環境に配慮したオーガニックコットンで作っています。ぜひネットショップの方をご覧になってください。また、デザインに関してこういった T シャツが欲しいなっていうようなリクエストがあればコメントで教えてください。僕のネットショップではテスラのアクセサリーやかっこよく EV に乗るっていうコンセプトでのアパレルを販売しています。ぜひご覧になってください。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。